前回は羌族と五漢の戦争が領主を中心にたびたび発生したね。そうだったな。そして長官東卓段慶らの活躍で今日の侵入は撃退された。赤でも段慶は西京の反抗勢力を殲滅することに成功し、続いて官邸に対して東京の殲滅を解き、それが認められると宝義山で東京の大軍を吸収し大勝利を収めた。そして今回はいよいよ漢と羌の戦いに終止符が打たれるんだね。そうだ、今回はほぼ段慶が極段上の活躍を見せるぜ。早速見ていこう。建寧元年夏、段慶は再び京を追って京もモデルと相場水の河岸に立った。将軍、京の居場所を突き止めました。奴らはここからおよそ200里余り先の斜円卓におります。よし、奴らが気づかないうちに接近して吸収するぞ。わかりました。急行だと2日という感じでしょうか。違う、1日だ。昼夜健康で前進し、明日の朝には攻撃を仕掛けるぞ。いいえ、当時の軍の一般的な行軍速度は1日50里であった。軽騎兵などの急行軍であれば1日100里進むこともあった。段慶はさらにその倍の距離を1日で進むことにしたのである。しかし兵士たちは段慶によくついてきた。昼夜健康で200里以上の距離を進み、翌朝には羌族の集団を視界に捉えた。ついに見つけたぞ。奴らが俺たちに気づき、褒美の体制を取る前が絶好の機会だ。さあ攻めかかれ。段慶の軍は羌族に襲いかかると、不意をつかれた羌軍は大いに乱れ、散々に打ち破られた。敗走した羌族の軍は濁戦に向かうと再び陣営を構えた。よし、ここで決戦だ。でーな、お前は5000の兵を率いて東側を攻撃せ。はっ。海軍、お前は2000の兵を率いて西側を固め、敵の隊を。かしこまりました。さあ、ここで奴らの息の根を止めるぞ。よし、俺たちは右側から来るあの一軍を叩き潰す。ほぼ6、7千人の兵が連南の軍で包囲攻撃し、ここで激戦となった。白兵戦がしばらくの間展開された。徐々に連南の方が旗色優勢となった。将軍、羌族が援軍撤退を始めました。逃がすな。今日の奴らを生きたりとも逃がすな。どこまででも追え。段慶は急いで追撃し、京に冷泉水の河岸で追いついた。ああ、将軍。どうした。我が軍の兵士はろくに飲まず食わずで敵を追っており、皆原ペコで喉もカラカラです。いいよ前方。敵は水辺にいる。敵を破って飲みたいだけ水を飲もう。さあ行くぞ。段慶が再び攻撃を仕掛けると、羌はさらに逃走した。段慶はそこで敵にぴったりとくっついて追撃し、戦いながら降伏を誘い、霊武国まで追撃した。段慶は黒い兜をかぶると自ら真っ先に進んだ。急将の下に着卒なし、死卒の中にも落語する者はいなかった。羌はついに大敗し、兵を失い武具を捨てて逃走した。段慶軍はさらに逃げる羌を3日3晩にわたり追撃した。兵士たちの足には皆硬い豆ができた。段慶が慶応まで追撃すると、残った羌の4000楽は皆バラバラになって慣用軍の三国の間に逃げ散ったのである。しかしこの状況を憂慮している者がいた。長官である。長官は羌の反乱を生んでいる原因は漢の官吏の腐敗によるところが大きく、腐敗を一掃することで羌を恩徳で懐柔することが可能であると考えていた。半慶のように武力で羌を制圧しようとしてもうまくいかず、軽率な戦争は危険であると考えた彼はその旨を上奏した。すでに官邸はなくなり、幼少の霊帝に代わって東太后が摂政した。東太后は段慶に御のりを下した。そう、長官のやつ。どうされたのですか。やつめ、俺の軍事行動を邪魔する上層を上げやがった。軍を引くように御のりが来やがった。なんとどうなさるのですか。俺のこの軍事行動は全て先帝からの命を受けて行っているものに、天下の大事もわきまえないような女子供に、ここでこの戦争をダメにされてたまるものか。軍は外にあっては軍命といえども従う必要はないという。俺も俺で上層を立てまつり、引き続き軍事行動を続けさせてもらうとしよう。はは。それにしても憎たらしいのは長官のやつだ。いつかこの恨みは倍にして返してやるからな。こうして段慶は上奏文を提出した。秦はもともと同郷が人数は多いものの、惰弱で制服が容易であることを知っております。だからこそ計画を何度も申し上げ、永久に安寧を招く作戦を考えているので、長官は敵が強くて消滅させるのは難しいため、投降させるのが良いと申しております。陛下におかれましては偵察を下され、秦の意見を聞き入れくださり、長官の妄言を聞き入れないでいただきたく存じます。前例族は下ったり背いたりで反復つめなく、現状を陥落させ、人民を暴歴し、財物をかすめ取り、
領母を発掘しよう。災いは生ける者にも死んだ者にも及んでおります。上天は怒りに震え、私の手を借りて彼らを誅滅しようとしているので、長官は軍職を打って従軍すること2年となりますが、敵を平定することができず、逆に無駄に文教を治め、軍事を止め、凶悪で強悍な敵陣を降伏させようとしており、このような荒唐無稽な考えは空説であり、うまくいった試しがないのは、過去に強族が服従しては反乱するのを繰り返していることからも明らかに、もともとの取り決めでは3年間の支出で54億の費用でした。現在まだ1年で、消費した費用はまだ半分にも満たないのですが、残党は3回と同じで、間もなく途絶されようとしている。軍隊は外にあっては朝廷の直接の指揮を受けなくても良いと聞いております。すべて真にお任せいただき、真が時期に応じて適切に判断し、絶好の機会を失わないようにしていただきたく存じます。しかし朝廷は長官の進言に従い、先に段慶に破られ、関陽軍内にじりじりになっている狂人たちに投降を勧告しだした。今日の者どもに投降が呼びかけられ、すでに4000人ほどが応じて投降してきているようです。今日の奴らは食料に苦しんでいるから一旦は降伏するのだろうが、玄府の倉庫にも食料はない。奴らは食料が得られなければまた略奪に走るのは明らかではない。この挙に乗じて出兵するのが一番だ。今度こそは奴らを殲滅できるだろう。こうしてついに段慶は強族に最後の殲滅戦を仕掛けるのである。段慶は自ら陣営を撤去し、軍を進め、今日がたむろする梵天山から4、50里のところに到達した。天安海区、お主らは5000人を率いて山頂を占拠せ。かしこまりました。段慶軍の動きは今日の側にも伝わった。来やがったか段系のやつ。よし、今日が決戦の日だ。すべての兵と馬を動員して、俺たちの力を全部出して奴らを殲滅してやろうじゃねえか。段慶の首を取った者には俺の狩猟の位をやる。天安海区の首を取った者は俺の牛と馬を全部やるぞ。今日の兵馬の攻撃は極めて激しかった。我々は押されています。まずい。天安海区はここにいるのか。甲中義重今日はみんなどこにいる。今日ここで生死を決そうではないか。今日のかつてないほどの猛攻に、連安らの軍は強行状態に陥った。これで配下、なんとか兵士たちを落ち着かせねば。みんな余計なことを考えるな。ただ目の前の敵を切り、前に進むことだけを考えよ。今日の勢いは長続きしない。ここが我慢のしどころだぞ。兵団たちは兵士を励まし、必死になって戦った。そしてついに京を破ることに成功したのである。京軍は壊滅して東に向かって逃走し、再び釈国に集結した。段慶は総勢を率いて京を撃った。京の者どもは皆この谷に逃げ込んでおります。よし、この谷をそっくりそのまま奴らの墓場にして1000人の兵士を政権に派遣し、火を祝えて長さ40里にわたって柵を作らせ、敵がこの谷から逃げることができないようにする。天安海区、お前らに兵7000人を預け、居合に紛れ、梅を含んで青山に登り、陣営を設けて堀を掘り、敵陣から1里前後のところに兵を潜ませておる。はは、将来、お前らに兵3000人を預ける。お前らは東山に登り、敵を挟み撃ちにしてやれ。はっ、者ども、これまでのよくわしの厳しい要求についてきてくれた。強族との10年間の戦い、明日がその最後の一日。あの谷には数えきれないほどの京の将士とも家畜、財宝が潜んでいる。それが明日みんなお前たちの手柄になる。一匹たりともあの谷から外に逃げさせるな。行くぞ。兵士たちは動き出した。しかし京軍はこの動きを悟ると、連安らに攻撃をかけ、給水の道を遮った。悟られたか。よし、ここで総攻撃だ。皆の者、わしについてこい。段慶は自ら歩兵と騎兵を率いて河南を進撃した。京は逃走した。よし、谷の奥まで奴らを追い詰めるぞ。よし、俺たちも攻撃だ。奴らを挟み撃ちだ。東西の山から挟み撃ちを受けた京は再び敗れてじりじりとなった。敵はもう隊列をなしていない。全員なで切りにせよ。逃がすでない。段慶は逃げる京軍を追って谷の奥深くまで追い詰め、至る所で堀を破った。京の狩猟は撃たれ、その兵士たちも次々と撃たれていった。こうしてついに京軍は釈国に壊滅した。この戦いで段慶が得た京軍の支給は1万9000。獲得した牛、馬、ロバ、その他物資は数えきれないほどであった。こうして東京は全て平定されたのである。段慶は全部で180回戦い、切った敵の支給は3万8600余り、獲得した家畜の数は40万頭余り、費やした費用は44億。
軍師の死者は400人余りだった。保管書はこう記す。丹慶は兵士に仁愛を施し、死卒で負傷した者には見舞いに行き、自らの手で包帯を巻き、手当てを施してやった。辺境にあること十数年、一日たりともぐっすり眠ることがなかった。彼は長子たちと苦楽を共にしたので、みんな喜んで彼のために死に物狂いで戦ったのである。彼は至る所で突撃をかけ、戦いが終わると谷は静かに、山は空っぽになった。翌年春、檀慶は異民族の歩兵騎兵合わせて5万人余りおよび完結馬生け捕りにした捕虜1万人余りを連れ都落葉に帰還した。それは朝廷からも破格の慰労待遇を受けての栄光に満ちた凱旋であった。赤丸です。領主3名、とりわけ檀慶の活躍により長らく五冠の災いであった羌族の反乱は完全鎮圧されました。檀慶の恐ろしさは生き残った羌族の人々の間で語り継がれ、檀慶の名前を聞けば文字通りなくこも黙るほどであったといいます。敗戦した檀慶はこの後最高の官職である大尉に上り詰めるなど中央政界で活躍しますが、その内容は戦場での活躍のように人々から称えられるようなものではありませんでした。詳しくはまた別の動画で紹介します。次回は時間を数年間戻し、漢帝の治世末期の政争の激化を見ていきたいと思います。今後も中国の歴史を中心とした動画を上げていきますので、この動画がいいと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。